よし、じゃあ、いっぱいソウル手に入ったし、レベル上げなんだけど、すっごい強貧乏だな。まあいいでしょう。生命力はとりあえず25までは欲しいよな。てか30は欲しいな。というわけで、一旦ね、狭間の森行って、ハベルじゃない方ね、湖の方に行きたいと思います。ちょっとね、進めたいイベントとかあって。あ、じゃあソウル使わない方がよかったよ、これ。まあいいや。さて、まあいけるかどうかやね。一体以来全然ダメだな。近づけ。よし。危ない、ちょっと。あ、セーブ、装備しちゃった。オッケー。人間性にはこういう使い方もできます。痛い。ちょ、落ちる。よし。2発ね。こんな感じで、ヒドラーですね。痛い、危ねえ。こう、首が突っ込んでくるので、それをね、一個ずつ落としていくと。で、全部の首を落とせば死にます。あとは HP を伝送させても死にます。当たんね。ついでに、騎士装備ゲット。素性騎士ならね、最初から装備してるんですが、よし。持ってない場合はね、これゲットできます。はい。あと2本 ?3 本ぐらいか。ちなみにここ水場なので、錆びたカンナはないと落ちますっていうか足が取られます。ローリングは普通にできるんだけど、ダッシュができなくなります。首全部落とすのは大変だぞ。間に合い。よっしゃ。あと1本。いけるか？おっしゃー。申し訳ございません。こっから先の、録音データがね、なくなってしまいまして、というか、取れてなくて、PC にデフォで入ってるね、録音ソフトを使ってるんですが、それがね、上限3時間っていうのを知らなくて、なので、こっからね、この先2時間分の録画データは全部ね、音声入ってないっていう状態になってしまったので、声はね、後付けでお届けしたいと思います。こっからのね、ヒドラーの討伐は、このね、クリスタルゴーレムをちょっとね、処理しながら、首をね、落としていって、で、最後の1本だけね、どうしても、切れなかったので、黒い火炎壺を、真上にね、向けて投げる狙撃と、あと、弓を使ったね、チクチクで、処理しました。もしね、弓強化してたらもうちょっと楽に遠距離から倒せたなとは思うんですが、まあ、しょうがないね。これにてヒドラ撃破です。というわけでヒドラを倒した報酬は、宵闇の士官と竜の鱗ですね。竜の鱗は、制約で捧げるアイテムであり、ドラゴンウェポンをね、強化する強化アイテムでもあります。で、宵闇の士官をね、装備すると HP が半分に減る代わりに、スペルの使用回数が増えるという効果を持つ指輪ですね。で、この先にはね、金のクリスタルゴーレムがいて、いないと。いない場合はね、クロールしてもらって、そしたら再出現するんでね。はい、あいつですね。あいつを倒すことで、ウーラシエルの宵闇という NPC が出現します。というか、こいつを倒すことで救出できるっていう解釈になるのかな。で、ウーラシエルの宵闇を救出するっていうのはね、DLC エリアに行くためのね、フラグの一つになっておりますので、必ずヒドラを倒して、このクリスタルゴレム倒して、宵闇をね、救出ないし、救出した後に殺害をして、フラグを立ててください。で、話しかけるとね、こうやって消えて、で、騎士の装備、一式が置いてあったあたりに、白サイン、召喚サインを出してくれるので、それにね、触れて、呼び出して、そこでね、魔術を打ってくれます。場所によってはすごい見づらいんで注意ね。で、呼び出した後はね、さっきも言ったけど、魔術を打ってくれます。で、ウーラシェルの魔術って言って、ちょっとね、特殊な、例えば姿を隠したりとか、武器を隠したりとか、修繕したりね、丁寧な一レゲットね、そういうのがね、多いので、ちょっと便利系ね、買っといて損はないんですが、修復だけね、ちょっと桁が違って高いので、今回はそれ以外は全部買って、修復はね、また1万ソウル溜まった時に来るっていう感じで、買い物は終わりです。そしてね、もう一度、キンゴーレムを倒した場所に戻ると、はい、宵闇一式ですね。これがもらえます。宵闇のトーカンは、ヒダメージが上がる代わりに、魔術だっけ？魔術の攻撃力が上がるっていう効果を持っています。で、ここからはね、地下墓地というエリアに行きたいと思います。地下墓地はね、スケルトンが多いので、なるべくね、打撃武器を用意するか、あとね、新鮮派生の武器を用意することをお勧めします。
なんでかっていうとね、骸骨の他に手術師、ネクロマンサーがいるんですけど、そいつをね、倒さないと、骸骨はね、無限復活してくるんですよ。ただ、新生派生のね、武器なら、そのね、条件を無視して骸骨を死滅させられるので、新生武器は何かしら1本用意していくといいかな。で、まずはね、左の割れたところに入って、このね、レバーを押すことで、行く道が開けます。で、この本持ってきたのがネクロマンサー。で、こいつはね、たまに、この手に持ってる頭蓋ランタンっていうのを落としてくれます。確定ではないんでね、手に入ったらラッキーです。ただね、落ちてる場所から拾うこともできるので、それ拾えばいいんですけど、2個あった方がね、後々便利なんで、運が良ければ拾っておいてください。ここはね、まっすぐ進んでもらって、特にね、問題ないなら間を取れば大丈夫です。で、ここに待機すればね、骸骨は勝手に落ちるんで。で、そのままね、向こうの出っ張りに向かってまっすぐダッシュ。で、ローリングで着地交触回避をできなくって、ここでね、一旦回復してもらって、で、中に入ります。で、ここからね、ちょっと流れなんで、見ながらね、解説していきたいと思います。ここにね、くさびのデーモンがいるので、まず右端をね、まっすぐ進みます。特に何も特殊な操作とかいらないです。で、奥にあるね、死の瞳を拾ってもらって、一回ね、攻撃を誘発、奥まで行ってね、釣り出して誘発して、それをね、避けるという形にしてもらって、そしたらね、ここにあるね、棺桶に入ります。でここでしばらく待機ですね。この棺桶に入ることで、別のね、エリアに行くことができます。ね、棺桶を使った移動方法はね、エルデンリングでもしたと思うんですけど、その時にね、ちらーっと言ったと思う。骸骨に運んでもらう運び方もあったけど、みたいな。それがこれですね。それなりに時間かかるんで、しばらく待機。ここでね、一瞬骸骨が映るんですよね。そうすると、巨人墓場と、後々ね、また来ることにはなる場所なんですが、ここにいるね、こいつに制約を結んでもらいます。はい。棺の墓王に祈ると。言ってしまうと、こいつは後々ね、戦うボスなんですが、制約ね。これ制約ゲットします。こいつとね、制約を交わすことで、墓王の剣部と墓王の剣ゲットします。で、さっき拾ったね、死の瞳、あれをね、捧げることで、制約のレベルが上がって、さらにね、祈祷をゲットできます。祈祷じゃない。奇跡だね。ここはそんだけですね。で、棺桶のワープは、死の瞳を1個以上持っていないと発動しないので、そこは注意ですね。拾わないと、時間ね、無駄に食ってしまうことになるんで。そんで出たらすぐそばにね、くさびのデーモンいるんで、そこも注意ですね。すぐさま走るように。で、外に出たらね、崖際のちょっとね、こっち側にデコってなってるところ、そこから降りて、アイテムをね、拾って、名もなき戦士。で、さらにね、もう一つ降りて、下にはね、本作最強モブの一人、車輪骸骨がおります。こいつからね、連続攻撃食らって死ぬっていうことがね、多々あるので、注意ですね。息をつけて降りて、で、まっすぐ逃げます。で、この先はボス戦になりますね。で、結構このエリアね、終盤に来る人が多いんですけど、その時にね、戦うとすごい弱いから、3回ボーリーなんて、馬鹿にされてるボスではありますが、一応ね、今回は、若干高いかもしれないけど、一応適正レベルで来てるので、それなりにね、歯応えあるボスとして戦えるんじゃないかなと思います。というわけで、3人バオリーですね。こいつはね、分身を呼んだり、ワープをしたり、あとビーム打ってきたりしてね、結構、戦い方はすごいトリッキーなんだけど、いかんせんね、耐性値が低いのと、あと何よりね、柔らかいので、適正レベルだったとしても、そこまで苦戦するボスじゃないかなと思います。というわけで、撃破ですね。次火の火、トロフィーゲットと。これでね、ストビンの量を15、20って増やせるようになりました。そして、この仮面ですね。
他母が知事っていうね、亀を落とすんですが、そのうちのね、子はまあ当たりの方ですね。スタミナ回復力上昇。母は HP 上昇。で、父は装備重量上昇っていう感じですね。で、この先はね、すごく暗いんで足元注意です。で、一応ね、裏側にアイテムが1個あります。確かなんかのソウルだったっけな。あ、そうですね。はい。光明な騎士のソウル。で、一応ね、この足元にある七色石、こちらをね、目印にしながら進んでいくのがいいのかなと思います。はい。巨人墓場ですね。このスケルトンの攻撃をちゃんとね、注意しつつ、この右側のね、骨を目印に降りてもらって、で、さらにアイテムめがけて落ちると、人間性と。で、この先に NPC がいます。パッチですね。ハイエナのパッチだっけな。ここでね、聖職者かって言われるんで、ノートを押してください。ここでね、水を刺されたんで、一応、巨人骸骨を倒してから、ちゃんとね、安全を確保した上で話しかけてください。なわけで仕切り直してね。はい。こちらに、ノートを答えます。ですと答えると、特にね、変わらないんですが、最終的にね、もう一度会った時に敵対してしまうので、そこは注意ですね。必ずノート。で、目印があるので、そこのね、七色石に行ってみましょう。お、アイテムがある。ドーンと。様式日ですね。まあ、エルデンでもあったと思うんですが、アイテムのね、ところに行くと、こんな感じで突き落とされて、まあ、ノーダメージで下に行けるっていう。まあね、また後で会えるんで、そこはいいでしょう。というわけでアイテムを拾います。光明な騎士。頭蓋ランタンですね。で、また光明な騎士と。で、頭蓋ランタンはね、こんな感じで松明みたいに明るくね、することができます。なので、地下墓地とか巨人墓場みたいな暗いところは、これを使って進むといいのかなと。で、こちらにレア様ですね。はい。お月の二人が亡者になってしまったというわけで、その二人をね、処理してくれっていう依頼ですね。奥まで行くと戦いになります。まあ、パリ主体で戦うのがいいかな。で、このね、三日月用の持ちの方は、こうやって回復してくるのでね、先にこのメイス持ちの方を倒すのがいいかなと。まあ、ただ、回復は範囲なんで、なるべくね、二人まとめて処理できるならしてもいいです。例えばね、魔術の音送りとか、頭蓋ランタンは聞いたか覚えてないけど、そういうのを使えばね、ターゲットを反らした状態で戦えるので、音送りはかなり有用ですね。まあ、こんなとこをグダグダ見してもしょうがないんで、丸々カットで。というわけで、二人を撃破して、レア様に話しかけると、はい、生命分けがもらえます。奇跡ですね。リジェネ効果だったかな。で、このままね、目印の通りにまっすぐ行ってもらって、このランタンをね、構えていると、壁にね、青い目印が出るので、それに従っていくと、大体いいことがあります。はい、こんな感じで、はしごがあるので、はしごを登って、で、上に行って戻るって感じですね。これで戻ってきたというわけで、これでね、パッチに話しかけます。ここでね、ノートを答えます。そうすると、はい、人間性の双子をもらえると。まあ、イエスでもノーでも変わらないので、ノーと答えた方が、人間性もらえてね、お得っていう。イエスだともらえません。で、一応この後、この先でね、拾いたい指輪があるので、それを回収してから帰ります。こんな感じで右壁ゴリゴリ行って、で、このね、なんだっけ犬の骸骨だっけなんかそんな感じ。切りくぐってもらって、で、あのアイテムかな奥に見えるアイテムに向かって、走ります。はい。このアイテムを目印に下に降ります。そうすると、はい、足場があるので、道沿いに進んでもらって、あれが拾いたいアイテム、指輪の、はい、貪欲な銀の蛇の指輪。こちらね、入手ソウル量が、獲得ソウル量が 20% 増えるっていう指輪ですね。で、あの先の黄色い霧はもう、特別なイベントを進めないと通れないものになるので、巨人墓場は一旦あそこで終了ですね。巨人墓場からね、レア様のイベントを進めて戻ってくると、浄化不死教区の方にね、レア様が出現して、そこでね、奇跡を売ってくれるので、そこにね、向かって、まあ、買えるもんがあればね、買いましょう。もしね、ペトロスが生きてる状態で、レア様がね、こっちに戻ってきて、2体だって言ってな。2体くらいボス倒すと、ペトロスはレア様を殺してしまうので、もしね、レア様から買いたいものがあるとか、あとレア様のね、生きてる時のイベントももちろんこの先あるので、それがね、見たいっていう方は、ペトロスはね、先に処理しておくことをお勧めします。で、ジェスチャー学ぶ祈りと。で、はい、こんな感じで女神の祝福、で奇跡いっぱいと。で、ペトロスよりだいぶ安いですね。で、タリスマンと。
まあ、高いものもね、あるっちゃあるんですが、大抵はね、安いものばっかなんで、その辺はね、あらかた買っておくと便利かなと思います。であと大回復だけですね。まあ、あと1万貯まったら買いに来るって感じで。で、ここでね、継ぎ火の秘技を手に入れてたので、せめてね、次の最終場だけは20にしようってことで、これ20にしてますね。で、継ぎ火をするためには、亡者から復活する必要があると。これで20個と。というわけでね、エストリンも強化したところで、最下層の多作にね、入りたいと思います。こちらからね、最下層の鍵を使ってもらって、下ですね。これで最下層と。後ろに亡者がいるんで注意。で、正面のね、亡者も倒して、アイテムを拾います。名もなき戦士ですね。で、この先はね、奴隷亡者がたくさんいるんで、一体一体ね、釣り出しながら倒してください。ここでね、この階段の下からワンちゃんをね、倒しつつ、こいつがズタ袋をかぶった、包丁を持った敵ですね。正式名称はわからん。こいつをね、倒すことで、最下層に合計2体出てくるんですが、その2体をね、倒すことでこのズタ袋を、確実に入手することができます。ズタ袋ゲットですね。そしてこの宝箱から、大きな種火ですね。こちらが、アンドレイに渡すことによって、強化をね、今まではプラス5までしかできなかったんですが、プラス10までね、強化できるようになります。その際に必要なのは、サビ石の大かけらですね。ではね、この水のエリアを進んでもらって、ここはね、錆びたカンナワがないと、足取られてね、動きが遅くなってしまうんで注意。で、この崩れた場所から登ってもらって、で、ここにはね、さっきの包丁モブが出てきます。でもしね、さっきのモブ倒してズタ袋をゲットできなかった場合は、こいつを倒すことで確実に入手が可能です。ちなみに左手の赤い棒は、掴み攻撃なんで注意。あと一応パリーも可能ですね。では、この先に NPC、呪術師ですね。ラレンティウス。一応樽壊すだけで救出は可能なんですが、話はね、一応聞いておいて、そうすることで、棺の祭祀場にね、移ってくれるようになります。ではね、先ほど、大きな種火を拾った宝箱の隣に進める道があるので、木箱を壊しつつ進んでいただいて、こちらが最下層の後半というか、中盤移行編ですね。で、とりあえずね、アイテム、雲の盾拾って、で、こいつは一応、犬ネズミの王っていう名前らしいですね。で、ジャンプ攻撃で、落下地面を取ってね、一撃で倒すと。で、下水部屋の鍵と電源制度。確定で1個手に入りますね。で、名もなき戦士と。で、最下層の進み方は、こちらですね。左側にゴリゴリしておかないと落ちて死ぬんで注意。で、上にね、こういうスライムがね、上にへばりついてたりもするんで、邪魔だね。で、こいつはね、すごい硬いんですけど、確か非属性が弱点で、火炎壺とか使えばね、めっちゃ HP 削れるんで、壺を用意しておくと便利かな。便利っていうか、煩わしくないかなと思います。で、最下層はね、基本モブはやっぱネズミになりますかね。下水ってことで。でね、もしよければ、最下層を探索する際は、ナオミのね、状態で来てください。そして、はい、この辺りを過ぎると、機関のコッペンがね、使用不可になって、NPC、敵対 NPC が侵入してきます。はい、トゲの騎士カークですね。闇霊。こいつはね、ダークソウル1では計3回侵入してくるんですが、すべてのポイントで倒すことで、このね、トゲの直剣とトゲの盾を入手することが可能です。運が良ければね、こういう1回目とかで全部揃ったりもします。防具は全部、その3箇所全部で倒した後に、あるエリアで入手は可能です。そんなに強くもないんでね、苦戦することもないかなと思います。今回はトゲの盾が手に入りました。で、上に行ってもらって、このね、はしごを登って、さらに先に下水部屋の鍵を使って開けられる場所で、そちらにはね、かかり火があります。ただ今触れてしまうと帰りが面倒なんでね、触れないようにしています。触れてもいいけど、徒歩でも帰れるんでね。で、この先はショートカットをですね、包丁モブがいたところに繋がるわけです。それがショートカットになってるかどうかは微妙だけど。で、ここはね、スライム落ちてくるんで注意。で、名もなき戦士と。で、今度はね、はしごの部屋じゃない方の通路を進んでもらうと、ネズミがね、いっぱいいます。ここは結構ね、人間性マラソンする時には便利かな。早速1個出たね。で、ここにグレートアックスと。で、反対側に行くことで、さらにね、ネズミがいっぱいいるんで、それも買っていきましょう。で、はい、階段の下の通路を進んでもらって、一応ね、こういう感じで、横に水路もあるんですが、ジャンプじゃないとね、通れない場所とかもあるんで、普通に順路でいいと思います。さあ、名もなき戦士拾って、霧をくぐります。で、この先にはね、ネズミが3匹と、あと、ジョーカー宗教区のね、ガーゴイル前であった、6つ目の伝道師が出てきます。あいつはね、味方を強化する、負の行動をね、することができるんですけど、それがね、ボス部屋近いってこともあって、ボスにもね、影響されてしまって、
攻撃力のバカ高いね、ボスが完成してしまうので、この場でね、処理をしておきましょう。例に漏れず、ここのね、伝道師もリボップしないんでね。で、さらにこの奥から草ビーチの大かけら。で、ここにね、この木箱の中に、ネズミがね、潜んでるんで注意。で、さらにね、先に進んでもらって、で、アイテム生鳴き戦士拾って、これでね、一番最初に降りてきた場所に繋がるというわけですね。戻ってきたと。で、こちらにね、NPC、ゼナのドーナルがいます。商い人さってことで、この人はね、黄金松屋には3つ売ってくれます。あとは底なしの木箱とか、結晶武器とか、あとは、このね、ドーナルの防具一式を売ってくれます。でね、サイカスを攻略して闇村開けた後は最終場に行くんですが、その時にはね、後々戦うボスの防具をね、売ってくれるようになるので、ドーナルはね、進めておきましょう、イベント。で、ちょっと忘れてたんでね、カークをね、倒した場所から先のエリアに行きます。この先は注意ですね。エルデンリングでもありましたが、バジリスクがおります。あいつらはね、呪いを蓄積してきます。いわゆるエルデンリングでいうところの死だと思ってください。サッシュの人メゲット。制約アイテムですね。呪いが完全に溜まると、エルデンと同じく即死なんですが、ダークソウル1の場合はね、呪いで死んだ後復活した際に、HP が半分の状態で復活するというデバフがつきます。でね、地下水路に行った NPC 商人が売ってくれた解除石を使うことで、その呪いを解くこともできますし、生鳴き戦士ね。あと一応呪いを解いてくれる NPC とかもいます。そいつに相談するくらいなら解除石買った方がいいけど、僕はね、とにかくバジリスクがたくさんいるんで、一体一体ね、処理しながら、注意深くね、慎重になりすぎるぐらいで進んでいくのがいいかなと思います。これでね、死の瞳いっぱい手に入ったんですよね。一応、商人から3個、で、エリアから3個、3個で合計9個手に入って、で、制約のね、レベルを上げるためには10個必要なんで、1個でもね、手に入ればいいって感じだったんですけど、結構手に入ったんで、これはね、どこかしらで取り逃しても大丈夫っていう状態になっちゃいましたね。で、ここ降りた先から、ジャガンの指輪。これはね、これをつけた状態で敵を倒すと、HP が回復するっていうものです。あんま強くはないかな。というわけで、バジリスクエリアは完了ですね。ってな感じで、一通りね、攻略完了したので、この先のね、ボスに挑みたいと思います。1個階段を降りた先に、生身であれば NPC のサインがあります。で、こちらにヘビークロスボウと。ラインナップはね、ガーゴリと同じく、ロードリクとソラールですね。ソラールは呼んでおきましょう。読めたら欲しいんでね。で、ここでムービー。相手はドンショークドラゴンですね。エルデンリングナイトレインで見た方は懐かしい顔ぶれかなと思います。最初はね、顔ドーンってやったら突進してくるので、2発、3発ぐらい撃ってから避けるようにしましょう。こいつはね、尻尾切れるんで、尻尾切りましょう。はい。竜王の大物と。武器いらなかったとしても、尻尾を切ることでね、尻尾振りが、リーチがね、短くなるんで、そういったメリットのためにも、尻尾は切るといいですね。ナイトレインやってる方はね、ご存知かと思いますが、常にね、色を吐いた状態にならないので、こっちの方がぬるいっていう可能性はあるね。ただ機動力はこっちは下がってるので、そういう意味でトントンかなっていう感じではある。同色ドラゴンもね、基本的に、ちょっと遠めのね、正面で待ち受けて、頭ドーンってしたら、頭に何発か入れて逃げるとかでもいいし、あとはこうやって後ろに回るとかでも大丈夫です。というわけで、同色ドラゴン撃破して、闇村の鍵ゲットですね。そして、ここにね、ハードレザー一式があると。のでね、素性で選手を選ばなかった人は、ここから防具を入手しましょう。というわけで、一旦最終場に帰ります。